こんにちは、今日は6月の1日火曜日です。今日はね、気になるニュースということで、サイバー攻撃再びですね。アメリカの大手食肉加工会社 JBS USA という会社にサイバー攻撃が、仕掛けられてしまって、でこの会社はですね、牛肉や、豚肉なんかをね加工して卸している大手の企業になります。では内容に入ります。世界最大の食肉業者である JBS USA は日曜日の夜に声明を発表し、組織的なサイバーセキュリティ攻撃の標的になったと発表しました。ということで、現在ですね、この攻撃によってカナダ最大級の食肉加工工場ではすでに2つのシフトに影響が出ている。で、加工が停止しているようです。で、さらにですね、オーストラリアではすべての牛と羊の食肉処理場の操業が停止してしまっていて、でアメリカでもですね、一部の食肉処理と加工のシフトが中止されているということで、かなり広範囲にわたって影響が出てしまっているようです。で、今回の攻撃が消費者にどのような影響を与えるのか、また、食肉不足が発生するかどうかっていうのはまだ不明ということで、 JBS のシステムがいつ完全に復旧するのか、そのスケジュールはねまだ分かっていないということです。で、先月ですね、アメリカ最大のガソリンパイプラインが同じくサイバー攻撃にあったばかりでして、でこのサイバー攻撃のニュースを心配した人たちによってそのガソリンのね買い占めが起きたんですけれども、今回のサイバー攻撃の標的になったのは、食肉会社の大手だったということで、ちょっとね起きたばかりの事件というか、サイバー攻撃なので、今後ちょっとどうなっていくのかなということで、またスーパーからねロックダウンした時みたいにお肉が消えてしまったりするのかなということで、ちょっとね注意が必要かなと思っています。で、今ですね、ただでさえその食品インフレの懸念があって、食品のね価格が押し上げられてるような状況の中で、サイバー攻撃の標的が食品会社になるっていうのは、もうなんか狙ってやってるのかなっていう感じが若干しますね。で、食品に限らずですね、その前回発生したガソリンのねパイプラインを狙ったサイバー攻撃だったり、あと、去年だったかちょっとはっきり覚えてないんですけれど、カリフォルニアだったかフロリダだったかで水道の水を狙ったそのサイバー攻撃っていうのも実際1回起きてるんですよね。で、こういったサイバー攻撃の怖いところっていうのは、その事件が発生して結構すぐに市民に影響が出てきちゃうっていうところじゃないかなと思うんですね。台風とかその大雨とか洪水とか、ある程度どの辺りでどれぐらい何時ぐらいに、大雨が降りそうですよとか、川の水が決壊しそうですよっていうような予測が立てられるタイプのものならまだ準備ができると思うんですけれど、サイバー攻撃っていうのはいつ発生するのかっていう予測ができないことなので、やっぱりね日頃から備えておく必要があるなというふうに思います。で、やっぱり今一番まずいのはライフラインをね狙ったサイバー攻撃になると思うんですけれど、お水、電気、ガスで、ガソリンですね。で、お水は、ペットボトルのお水を備蓄しとくか、いつも言ってる携帯用浄水器のソーヤっていうやつなんですけれど、あれを一つ持っておくと安心かなと思うんですが、ペットボトルのお水はもし買うんであればちょっと高いんですけれど、やっぱりね5年間とか7年間とか、最近10年保存とかできるやつも出てきてますよね。ちょっと高いんですけれど、やっぱりね長期間保存できるお水を最初から買っておいた方が最終的にねコスパがいいです。なので、もし今から買うっていう方であればなるべくね保存期間が長いものを、購入された方がいいと思います。
であとは停電対策なんですけれど、去年ねアメリカというか、世界中で停電が起こるっていうような噂があったので、それに備えてうちでは、ソーラーパネルのついたエコフローっていう名前の発電機を買いました。で、もうちょっとねこれを機に、今アメリカなので1台しか持ってないんですけれど、日本に帰ったら自宅を本格的にねちょっとオフグリッド化しようかなというふうに今いろいろね計画を立ててます。でソーラーパネルを設置するような余裕は我が家にはないので、エコフローを2台か3台ぐらいにして、できる限りソーラー発電した電気を使ってその自宅のね家電を動かしたいなというふうにちょっと思っています。で、ガスは一般的なね卓上コンロとガスボンベがあれば、大丈夫かなと思うんですけれど、で、水と電気とガスっていうこの3つは、災害大国のね日本に住んでいれば、備える基本なのでほとんどの方がやってるのかなというふうに思うんですけれど、特にね私のチャンネルを聞いてくださってる方は多分意識が高い方が多いと思うので、水と電気とガスであと食品の備蓄っていうのはしてるんじゃないかなと思うんですけれど、ただガソリンってちょっと備蓄しづらいなって私は思っていて、なんかこう家にねガソリンを置いておくっていうのにちょっと抵抗があって、今我が家でガソリンは備蓄してないんですね。でガソリンを備蓄する代わりに我が家ではそのメーター3分の1ぐらいまで来たらすぐ給油して満タンにするっていうことをやってます。あとはもういざとなったら自転車ですね。自転車あんまり乗ってないっていう方ももしご自宅にあるんであれば、それ捨てずにね取っておくことをおすすめします。ということで今回は大手の食肉加工会社に対するサイバー攻撃の、ニュースをご紹介させていただきました。食品会社を狙ったサイバー攻撃で、考えてみればね当たり前なんですけれども、そういったところにサイバー攻撃が仕掛けられても食品の流通がストップするっていうことが今回はっきりしたので、普段から備えておいてよかったなっていうふうに今回のね事件で改めて思った次第です。ただでさえね食品インフレの懸念がある中でこういった問題も出てくるとなると、ますますねちょっと食料危機がどうなっちゃうのかなっていう不安がすごくあるんですけれども、地道にねできることをやって、で半分ぐらいは自給自足で賄えるようにっていうことを今のうちからねご準備していかれることをお勧めします。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。